年末年始を知らない土地で過ごしてみたらどんな感じになるんだろうということで、2025年の年末は食べ歩きをメインに鹿児島の天文館で年越ししてみました。12月30日に天文館に到着し、最初に飛び込んだのは寿司屋さん。以前アップした鹿児島動画のコメント欄でおすすめしていただいたお店で、11時過ぎに行くとすでに行列ができていました。40分ほど並んで入店すると、多くのお客さんで混んでいるにもかかわらず、店員さんからゆっくりしていってくださいと優しくお声掛けいただきました。素敵。そして接客だけでなく寿司も最高です。大阪では見慣れない珍しいネタがたくさんあり、どれも柔らかくてとても美味しいです。さらに僕は鹿児島の甘い醤油で食べる寿司が大好きなので、ずっとニヤニヤしながら食べてました。このホスピタリティ、このクオリティの寿司を食べて合計2400円ぐらい。鹿児島3回目ですが、やっぱりすごいところです。そしていいお店を教えていただきありがとうございました。12月30日の天文館を歩くと、日の丸や迎春の文字が目に入り、お正月がすぐそこまで迫っている雰囲気を感じられます。正月福うどんというのもあるんですね。面白い。以前の動画のコメント欄で教えていただいたもう一つのおすすめは、デパート最上階にある昔ながらのレストランの焼きそば。300席もある広い店内は古き良き雰囲気があり、老若男女家族連れが楽しそうにお食事されていました。大阪高島屋にもこういう大食堂あったなぁなんて思い出しながら焼きそばをいただきます。いわゆるあんかけ片焼きそば。麺はどこかしっとりしてて脂っこくなく、また粉っぽさもありません。他でもありそうなのに食べたことのない味といいますか、優しい味でとにかく美味しい。中華料理屋の体育会系とすると、これは万人がサクッと食べられる高品質な家庭系。さすが看板メニューなだけあります。隣のご婦人はこの大皿をお一人で召し上がってたし、別日にもう一回来ようか迷うくらい美味しかったです。こちらもコメントで教えていただきありがとうございました。カフェで休憩中に、そういえばまだ鹿児島ラーメンを食べたことがないということに気づき、晩ご飯は同じ通りにあったラーメン屋さんへ。ここのチャーシューが美味しくてバターのような香りがします。スープは濃厚なんだけど、思ったほど塩気が強くありません。全体的に大阪で出会ったことのない種類の味。鹿児島は何を食べても美味しいです。さて、日付が変わって今日は大晦日。今日も鹿児島らしいものが食べたいとお店を探しながら思い出したのが、鹿児島はカンパチの養殖生産量が日本一というわけで、こちらのお店でカンパチ漬け丼をいただきました。タレの味は強すぎず、カンパチの味がしっかりします。ご飯は少なめなので、丼単体の場合は大盛りにするといいかも。こういうのが市街地で食べられるっていいですな。ごちそうさまです。この後桜島みかんを食べたり、スタバでのんびりコーヒーを飲んだり、夜はホテルでちゃっかり年越しそばをいただきました。お腹も膨れてそろそろ日付が変わる頃合い、再び天文館に行くとカウントダウンイベントが開催されていました。 DJ の方々がアゲアゲなチューンで盛り上げてますが、こういうノリのイベントでもなんか平和で安全な印象を受けるんですよね。それなりに騒いでいるけど、どこか穏やかというか、喧嘩とかトラブルの匂いが一切しないし、楽しく気持ちよく新年を迎えましょうという雰囲気を感じました。年越し後はその足で照国神社に行ってみました。鳥居近くにはたくさんの出店が立ち並び、とてもいい雰囲気です。しかしすごい人混みなので、一旦参拝は諦めてホテルで就寝。翌朝、嬉しいことに元旦のホテルの朝食は正月仕様でした。旅先でおせちとはなんか贅沢な気持ちになります。きびなごまでありましたし、
朝食後は天文館を通り抜け再び照国神社に到着。正月の平和な空気が流れる境内で島津成明公にご挨拶をしました。いやしかしいい天気に恵まれ最高の年始めです。平和ですな。正月といえばぜんざい、さすがに元旦に食べられるところはないよななんて思ってたら、なんと午前11時から営業しているお店を発見。かわいい店内、笑顔の素敵な店員さん。ぜんざいはもちろん美味しく、大晦日から丁寧にご準備されたんだろうなと思いを馳せながらいただきました。元旦から影響なんてとてもありがたい。贅沢すぎて罰が当たりそうです。元旦にもかかわらずいくつかのお店は営業されてましたが、ほとんどのお店の営業は2日から。これもいい機会なので今日はフェリーで桜島に行くことにしました。そして鹿児島3回目にして初めて桜島の頂上を見ることができました。でかいっすね。フェリー到着後は展望所に行きまして、より間近で桜島を拝見。さらに桜島だけでなく錦江湾と鹿児島市街地まで見渡せます。元日にもかかわらずお客さんが結構いらっしゃいまして、ここの売店も営業されていました。本当お疲れ様です。さて帰りのフェリーの待ち時間にお腹が空いたので近くの定食屋さんへ。満席だったのですが、ごめんなさいちょっと待ってくださいねと店員さんがとても親切でした。店内はまるで田舎のおじいちゃん家のような雰囲気。他の席は韓国人の方々で埋まっており、インバウンドで有名なのかも。いただいたラーメンはあっさりしたスープで麺はもちもち、全体的に優しい印象でかなり美味しいです。冷えた体が温まりました。ごちそうさまです。桜島に行くにあたってどうしても食べたかったのが桜島フェリーのうどん。乗船時間は15分しかありませんから、乗船と同時にうどん屋へ直行します。このうどんめちゃくちゃ美味しいですね。柔らかい麺はもちもちで食感が最高。そして時間切れで飲み干せなかったけど、この出汁も美味しいです。次回は売り切れてた他のメニューもトライしてみたいです。いやうまかったな。フェリー到着後、車の返却まで時間があったのでジャンボ餅を食べに行きました。映画「男はつらいよ」の最終作に登場したこのお店、元日営業されていてマジで感謝です。ジャンボ餅は軽く炙った一口サイズのお餅を串に刺して味噌だれを絡めたもの。武士の太刀と脇差しになぞらえて串は必ず2本使われるんだそうです。これもめちゃくちゃ美味しかったです。柔らかい餅にかかったタレは素敵な程度にあっさりしており、優しいお味でいくらでも食べられます。危険なほどに。近くにあったら頻繁に買いに行きたくなるお店です。美味しかった。このあと泉学園で島津家の偉大さを学び、ホテルに戻って夜泣きそばをいただいて元日は終了。滞在最終日の1月2日の天文館はいつもにも増して明るく楽しげな雰囲気に満ち溢れてました。12の商店街からなる天文館の至るところで抽選会やノベルティの配布、餅まきなどたくさんのイベントが実施されていました。イベントごとに開催時間が異なるので、次はあっちとアーケードの中を走る方々がとても楽しそうでほっこりしました。で、僕の今日のお目当てはうなぎ。ここのうなぎが大好きなんです。開店30分前の10時に順番待ちの名前を書いたんですが、その時すでに17組待ち。すごい人気店です。とはいえ開店から20分くらいで入店できました。注文して待っていると店員さん同士が新年のご挨拶をしていらっしゃいました。いいですよね、こういう平和な光景。注文したのはうな重の松。お箸で切れるくらい柔らかいです。外はカリッとして中はふわとろ。
僕が一番大好きなうなぎです。うまいわ。ちなみにうな重は濃いタレ、うな丼にすると薄いタレになるそうです。次回はうな丼を行ってみましょう。今回鹿児島は3回目でしたが、知らない美味しいものがまだまだありますね。桜島も見れましたし、何より皆さん本当に親切で優しい。お世話になりました。期待を決して裏切らない鹿児島、また来ます。良き旅でした。